はい、こんにちは。山下夏実です。今回は平塚の早朝の練習の風景をまとめていきました。比較的ちょっとブレイクが早い感じの日の朝練ですかね。はい、映像まとめていったんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。見ていただければ分かる通り、届く距離だけど巻きが早い。サイズもね、サイズはある方じゃある方なんだけど、小さく割れてしまうって感じでね。こんな感じでダンパーチックに下巻きなので口深いねこれ。ただそういう時でもしっかりねラップを狙っていく感じで、クイックターンでのラップをしっかり練習していく感じです。可能な限りその最後まで波が残ってる場所、今のも最後までブレイクしなくて、一番最後にブレイクしたところで今ターンしたんだけど、そこを狙いつつクイックターンをして、ギリギリ間に合う感じなので、少しでもずれちゃうとねベストライド出せなくなっちゃうんだけど、そういう時でもこういうラップはしっかり安定して狙っていけるよう、練習してます。大会はどういう波になるか分かんないからね。特に大会の時でこういうダンパー波になった時って結構普通のリッピングだと点差がつきづらいので、そのラップ1本最低でもマストで、そのラップがかなり安定してメイクできるようであればね、かなり勝率としては高くなるのかなっていうふうに思います。1抜けが仮に無理な点差になってても2抜けは確実にできるんじゃないかな。インサイド、これちょっと踏み切れなかったね。テール少し耐えたかったね。これはバックサイドラップ、やばいねこのレールの入り方。スプレーも相当綺麗に飛んでます。これはライナーいいね。今の直近2本はかなり良かったですね。これはちょっと間に合わないか。普通にリッピング。この日は台湾チームが来てた日かな、平日の朝。この日もダンパーだったんですよね。これも同じですね。要はさっきと同じように最後まで残る場所をドンピシャで狙いすまして、そこでクイックターン。こういうギャップがね手前に1枚あるときは、そのギャップをもう超えるぐらいのつもりでタイミングで出ると、比較的間に合うことが多いかな。逆に言えば今のとかギャップがない状態でストレートで狙ったんだけど、これとかはギャップだとギャップ超えるタイミングだとギリギリターンは間に合うんですよね。逆にギャップ超えないタイミングでいっちゃうとやや間に合わないことがあるので、ギャップがある時でこういうダンパー波の時はね、もうギャップを必ず1枚また2枚超えるつもりのタイミングで出るようにするといいんじゃないかなっていうふうには思います。難易度はねその分上がってはしまうんですけど、乗れた時のリターンが大きい。特に大会とかだと早めに出て、日本国内の大会とかだと結構一番最初に走るとその人に優先権があったりとか、最初の走り出した2人まで点数取るよみたいなことがあるので、先に走る方が圧倒的メリットがあるので、そういう時にかなり早めに出るっていうのがね大きなアドバンテージになるんじゃないかなっていうふうに思います。これよくラップしましたね。ちょっとタイミング難しそうだったんだけど、
これはフロントサイドリッピングから180かな。ハーフスピンで180ですね。このギャップ超えるタイミングね。これで出るとこうやってブレイクする前に間に合ってターンし終わったらギリかぶれるようになることがあるってことですね。今のとかかなり分かりやすかったんじゃないかな。これはライナーっぽい。いいですね。左手グラブで安定させてから後ろ手グラブで一気に加速。これはどうするんだ。ライナー側ですね。ちょっと続いてました。どっち行くか分かんなかったけど、今のはよく判断しましたね。このラップも悪くない。テイクオフインサイドでエア、着地が成功したらかなり良かったね。これやや遅れ気味だけど前出ましたね。前出たって言っても厳密に言えば微妙に遅れてるんですけど悪くないね。このラップ悪くないですね。バック押しを掴んでしっかり乗ってった感じかな。さあインサイド形いい。このクイックターンいいね。かなり綺麗に回しましたね。多分普通にターンしてたら多分今のは前出れなかったんじゃないかな。クイックターンでようやくギリギリかぶれるかかぶれないかな。フロントサイドリッピング、ちょっとワンアクション入れましたね。ギャップを超えますね。これもさあナイスリカバー、しっかりラップライン、いい感じ。これもギャップ超える。ほぼ2枚重なってたね今の、実質1枚って感じだったけど超えてしっかりラップライン、アウトサイドギャップ超えてすぐレールを入れ始めてターン、ナイスだね。これしっかり横走ってきた。これはどうだ。少し緩くなるが悪くないですね。しっかりラップラインは取れてる。フロントサイドリッピングからのフロントピックコンビネーションライダーね。今度はフロントショービットプラスハーフスピンでスイッチスタンスでリッピング。今回はちょっとダンパーチックな時の朝練風景をまとめていきました。ちょっとなんか参考になればいいかなっていうふうに思います。意外とこういう波とかはね、平塚だとすごい多いわけではないけど意外と地方のビーチとかだと多いパターンあると思うので、ぜひ参考になったらいいかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。